デジタル描き始めて半年経ったかなというレベルで、毎回成長を楽しみながら、主にモンスターハンターのモンスターを目に描いてます。背景を描くようになって、ライティング、出演誘導など、わからないなりに新しいことに挑戦して、それはいいですね。毎回何かをね、発見できる可能性がある絵を描けてるっていうのはめっちゃいいことだと思います。今回描いたこちらのイラストは個人的にもう少しいい表現方法があったのではないかとモヤモヤしています。今回神隠しをテーマに、不気味な雰囲気もありつつ美しいような絵を目指して描きました。主な光源が、灯籠と月明かりしかなく、キャラクターの顔周辺に、目立たせるような光源がないというわけですね。そもそも灯籠の光があまり強く、光を発するものではないのもあって、全体的にキャラクターを照らす光がわからなくて中途半端な感じになってしまいましたと。この構図やと、現状、ここがめちゃくちゃ目立つイラストなんですね。に対して、絵の重心がここすぎる。それに対して、この上の部分が余白になってる感がすごいんですよね。バルファルクっぽいの消すなよ。これバルファルクもしかして。危ねえ、エアプ炙り出されるところでした。この状態だと重心がちょっと下すぎるかなって思うんですよね。これぐらいまでもう上げてもよかったんじゃないかと思うところはありますね。そして、こういうこの灯籠ですね。このような水面にこういう光を置くときに、やっぱこのイラストとしてすごく目立つ効果の付け方っていうのはあるんですよね。それが何かっていうと、このようなこう反射のさせ方ですな。こう縦に伸びる。で、そこに波の波紋が現れることによって、こういう風に崩れたりするんですよね。こんな感じで。で、この灯籠の配置もですね、灯籠の配置についても、こういうのをこの真上から見たらこのようなタイルでも、やはりこのように見ると、遠近感っていうのが現れてくるわけですよね。ここの幅がどんどん狭まっていく。そういう配置をしたいですよね。意識するんやったらこんな感じの、最初の方はこのどんどんこう左右にも強く動いていって、このアイレベル付近ではもうほぼ横一直線みたいな。この現状を見ると、ね、こんな感じで将棋の駒を表してんのかなみたいな、この配置になっちゃうので、もうちょっとこれを意識できると、かっこよく配置できるんかなって思います。で、しかも、さっき言った水面の反射、灯籠だけでなく、玉光ちゃんにも、当てはまることですよね。みーちゃんにも当てはまることだと思うんですね、こうやって。こんな感じのジグザグを作るために、いっちゃん手前にこれがあって、で、次もうちょっと、これぐらいの大きさにしときますか。で、そっから後ろは結構小さめでいいと思うんですけど、後ろの方にもやっぱあると、かっこいいなと思います。この配置のバランスとか難しいんですけど、よく話しがちじゃないですか。等間隔で置かないみたいなね。こうやって。そういうことも意識できるといいですよね。どっかでこのバランスを崩してあげるみたいなね。こう後ろの方にこう光があったらさ、やっぱ何ができるかっていうと、後ろに光が作れるということは、ふわっと光を置いてあげると、さっきまで目立ってなかった鳥居もシルエットを作れるようになったりすると思うんですよね。で、さっきの反射の、水の反射の話もするんやったら、で、この辺もこうなりますよね。こうやって。こうやることによって、この鳥居の柱がこう浮き出てきましたよね。こうやって。この鳥居をまたさらに目立たせたいのであれば、灯籠の光をこう使ってあげたいですよね。せっかくやったら。で、この鳥居は下から照らされてるライティングなんですが、この肝心の玉光ちゃんが、これ下から照らされてるライティングではないんですよね。この玉光もいつかハンターに狩られるんだろうの悲しい話やめて。ちょっと全体的に暗くしてあげましてと。で、やっぱ下からの光とかをね、追加してあげたいですよね。
でこんな感じでちょっと左下からの光を意識したこのライティングやってみましたね。灯籠って鳥居が大きく照らされるくらい光源として強いもの。でも、これが灯籠がメイン光源となってるので、その辺は大人の嘘やね。まあでも確かにそうやな。灯籠に負けへんぐらいこのライティング強くしてあげてもいいかもしれませんね。こうやって目立たせたいからね、やっぱ。だいぶはっきりしましたね、ここやると。この上のさ、もみじ、もうちょっと、やっぱこう全体的にはこの暗くて、その中にこのちょうどこう下を向いてる面がこのもみじとして現れるみたいな感じなんだけど、なんかもうちょっとこう明暗をはっきり、全体がこうもやっと照らされてるじゃないですかっていうよりも、暗い部分とこの光を受けている部分をもうちょっとはっきりしてあげてもいいのかなっていうふうには思いますね。こんな感じで。シルエットがもやっとしてるじゃないですか。時にはこう削ったり、時にはこう付け足したり、いろいろ試行錯誤しながら、面白い形作れたらいいんじゃないかなって。せっかく背景を描くんやったら、この視線誘導するように、こうね、ちょっと玉狐の方向を向くような形をとってあげてもいいんじゃないかなって。こんな感じにしてもかっこいいと思うけど、もっと上の方にあっても。で、この周りのこの泡も、なんかもうちょっとね、目立っててもいいんじゃないかなとは思いますね。特にこの空間が今何もないので、この丸い範囲選択を使ってこのようなこの泡を描くのは、下からはちょっと暖色、上からは青い光、そして反射するように周りの光をちょっとこう描いてあげるみたいなね。これもっとファッファッとかける都合のいいブラシないのこれ。泡ブラシ。クリスタにあるクリスタ。ソフトブラシでふわーっと塗っちゃうと強いコントラストできないんで、しっかり面を見分けれるようになる必要がありますよね。やっぱりこういうはっきりした立体感を捉える塗り方っていうのは。それができると一気にね、表現の幅が増えたりするのかなって思いますね。なんか声作ってないですか？いや、基本的に配信するときはこんな感じの喋り方でやらせてもらってます。ありがとうございます。まあ、っていう感じですかね。なんとかで、タララララ、タララタラ、またミサ負けてるルンルンルン。